さあ、始まりました。那須館長のムービームービング。今回はスタジオジブリの宮崎駿最新作、君たちはどう生きるかを連続して語っていく第2回目としてですね、このポスターの鳥の正体についてお話ししていきたいと思います。この番組、那須館長のムービームービングは、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。スタジオジブリの映画というのは広く知られていて、まだ見たことがないという方は本当に少ないぐらいですね、有名な作品たちがあるんですけども、その深いジブリの世界を知っているという人はもう本当に少なくてですね、僕、那須館長はですね、長年ジブリの研究をしてまして、そのジブリの深い世界を今回垣間見ていただけたら嬉しいなと思います。では早速ですね、このポスターの鳥の話をしていきたいと思うんですけども、先にお話ししてしまうと、このポスターの鳥、アオサギビっていう妖怪なんです。はぁっていう感じですよね。なんですけど、これはマジなんです。このポスターの鳥についてですね、ジブリ語りで有名な岡田敏夫さんが紹介していたこの鳥の正体というところの説をお話ししたいと思います。岡田敏夫さんの説というのは、この鳥の正体はペストが流行った時に出てきた鳥みたいなマスクのことを指していると言っているわけですね。そしてこのポスターに書いてある地味なんですけど、このタイトルの君たちはどう生きるかっていうこの文字ですね。これは宮崎駿本人が書いたと岡田敏夫さんは言ってるんですけども、この2つの説をですね、覆していきたいと思います。このように君たちはどう生きるかという映画は一切宣伝をしない、予告編も作らないということで、このポスターだけが公式から発表されているわけなんですけども、このポスターのこのビジュアル、この鳥とですね、このタイトルをめぐっていろいろな憶測が今飛び交っております。そんなこのポスターの鳥の正体を煮詰めてお話ししていこうという回なんですけども、まずはこの君たちはどう生きるかというこのタイトルのロゴについてお話ししたいと思います。タイトルのロゴについてですね、最近のジブリの映画というのは風立ちぬだったりとか、ゲド戦記とか、ハウルの動く城とか、崖の上のポニョなんかは、このポスターに書いてある公式のロゴっていうのは鈴木敏夫プロデューサーが書いたロゴなんですね。しかし今回の君たちはどう生きるかというこのロゴはですね、手書きではなくてデザインされているロゴになっているわけですね。ここからもいろいろ推測ができるわけです。ではこのロゴは誰が作ったのかということなんですけども、先ほど言ったように岡田敏夫さんの説によると、これは宮崎駿本人が書いたロゴだと言っているんですけども、それは違います。まずツイッターで見つけたこちらの画像を見てください。こちらツイッターで浅井佳代さんという方が投稿していた内容なんですけども、この方ね、このロゴの出所に気づいてしまった方なんです。このロゴは君たちはどう生きるか、吉野源三郎さんが執筆した児童小説、1937年に発売されたバージョンの本のフォントをそのままコピーして今回のジブリのポスターに使ってるわけですね。細かいところまで見てみると完全に一致していることがわかります。ということから、これは宮崎駿が作ったものではないということが断言できるわけですね。この動画の1個前のですね、第1回の動画の時にですね、映画の冒頭で君たちはどう生きるかの本が出てきて、そこからお母さんが残していた手紙が落ちて、それを読んだ主人公が物語を始めていくということをお話ししました。そして鈴木敏夫プロデューサーの発言から、この君たちはどう生きるかの舞台というのは日本であることが分かっています。さらにこのタイトルに1937年の初版の君たちはどう生きるかのフォントをそのまま使っているということは、このフォントが使われているバージョンの君たちはどう生きるかが出てくるということになっています。もう一つは前回の動画でお話ししたイメージボードが1枚だけリークされているということなんですけど、このこっそりリークされてる絵を見ていただけたらですね、建物に注目してください。この建物の雰囲気は今の現代の
建築ではないということがわかります。明らかに木造建築になっているわけですね。ということから今回の君たちはどう生きるかという映画の舞台は日本で、時代としては1937年の本が出て、そこから少し時を経て物語があると。しかし現代までは行ってないと。昭和か大正、そのあたりの時代になっているということが推測されるわけですね。そういうところでも今回のこの映画、物語の想像がどんどん膨らんでくるんですけども、その物語はこうなるという予想をしている動画はこの次回の動画になりますので、お楽しみにしてください。というのがこのポスターのロゴのお話ですね。そしてこの鳥の話に行きたいと思うんですけども、この鳥の話に行く前にいくつか注意しておかないといけないことがあります。まず宮崎駿という人物はものすごい知識人なんですね。この人は幼い時からもうずっと本を読み続けていて、成長してからは共産主義になって労働運動をしていた人ですから、同じ年代の人としては坂本龍一とか村上龍とか、ああいうね賢そうな人いてるじゃないですか。あの部類の人だと思ってください。なので僕たちみたいな普通に生きてる凡人にはもう理解のできないような深い教養から発想を得て作品を作っている監督なんですよ。そういうところからこの君たちはどう生きるかについていろんな人が YouTube でこうではないかああではないか言ってますけども、真相にたどり着けないのはこの宮崎駿の知識の深さがもうとにかく深くて、僕たちがそこに追いつけてないから、そこが壁になって真相にたどり着けないということが発生しているわけです。今回僕はいっぱい Wikipedia とかを調べてモチーフを探っていく中で、たまたまこの鳥の正体にたどり着くことができたんですが、それも本当にたまたまで、そのあたりをこれからお話ししていくにあたって難しい話が続きます。そこが皆さんに注意していただきたいポイントになっているんですけども、このポスターの鳥ね、アオサギビって言いましたけど、まずアオサギビってなんやねんっていうところを直接お話しするには、鎌倉時代に出てる吾妻鏡って皆さんご存知でしょうか？聞いたことはあるかもしれないんですけど、その鎌倉時代にある歴史書の吾妻鏡っていうやつの話から江戸時代に出てきた妖怪作家の話まで行って、そこで初めてアオサギビっていうものが何なのかという説明が終わって、この鳥がアオサギビであったということが分かってくると思います。その上でこの映画「君たちはどう生きるか」、これにこのアオサギビっていう妖怪の要素がどういう風に入ってくるのかという予想までつなげて話をしていきたいと思いますので、できればめんどくさい話が続くんですけど、吾妻鏡の話から続けて聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、まずこのアオサギビっていう妖怪の写真をまず見ていただきたいんですけど、こちらですね。こちらポスターの鳥と全く同じデザインになっているということなんですね。なぜこのポスターの鳥がアオサギビなのかということを説明しますと、前回の動画でお話しした鈴木敏夫さんがやっているジブリ汗まみれっていうラジオ番組があるんですけども、そちらに米津玄師さんがゲストで来られた回の内容ですね。そのことからこのポスターのキャラクターは詐欺男であるという証言が取れてます。僕の言っているこのアオサギビっていう妖怪はまさに鳥の詐欺が妖怪になったのがアオサギビなんですよ。実は江戸時代ではタヌキとかキツネみたいにこの鳥の詐欺も化けると言われているんですね。そんなアオサギビの話はですね、遡ること鎌倉時代の吾妻鏡まで遡ります。吾妻鏡というのはですね、鎌倉時代の1180年から1266年までの長い年月の出来事を記した歴史書となっていてですね、それが去年にテレビでやっていた鎌倉殿の13人ってあったじゃないですか。あの鎌倉殿の13人きっかけでこの吾妻鏡っていう存在を知った人も多いと思うんですけども、これは鎌倉幕府の第1代将軍の源頼朝から第6代の宗隆親王までの歴史を記した書物なんですよ。もうね、この時点で難しい話になってるんですけども、吾妻鏡に書いてある詐欺のお話はこの全52巻にも及ぶ膨大な歴史書の中でですね、詐欺界っていうのが出てくるんですね。鳥の詐欺に怪物の怪と書いて詐欺界って読むんですけど、この詐欺界というのはね、4回も登場しているんですね。もう簡単にご説明したいんですけども、夜に青く光っている詐欺が現れたと。その詐欺が出てきた日に大地震が起こって日本が窮地に陥ったというエピソードがあるんです。これは歴史書が
書いてあることなので、本当のこととファンタジーが入ってるとは思うんですけど、地震は本当にあった地震ですね。またはその詐欺界が現れた直後ですね、霊害が襲って、その霊害によって鎌倉時代最大の飢饉が訪れたということで、日本全土が窮地に陥ったという記述もあるんです。つまり、吾妻鏡によると、詐欺っていうのは不吉を運んでくる動物として知られていたということになるんです。それからそんな詐欺界は江戸時代になると大妖怪ブームというのがやってまいりまして、その大妖怪ブームの中で詐欺界という名前から青詐欺日という妖怪になって有名になったという話をこれから始めていくんですけども、時代は鎌倉時代から経て江戸時代、妖怪青詐欺日の話をしたいと思います。江戸時代にはですね、有名な妖怪作家がいてまして、鳥山石燕という人がいるんですね。今でいうところの水木しげる先生みたいな存在です。その人が書いた今昔画図読百記という本であったりとか、絵本百物語という本がありまして、それが妖怪図鑑の本になってるわけなんですけども、そこにこの詐欺が登場するわけです。この鳥山石燕さんが図鑑に載せてるということは、江戸時代の中でもかなり庶民まで知れ渡るほどの有名なメジャーな妖怪が載っている図鑑らしいんですけど、そこに詐欺が登場しているということなんですね。ゲゲゲの鬼太郎でいくと、鬼太郎とか目玉の親父ほどではないんですけど、一旦木綿ぐらい有名だったと思ってください。その今昔画図読百記という妖怪図鑑に書いてある詐欺の絵が、今回のスタジオジブリの君たちはどう生きるかのポスターともう酷似しているわけです。鎌倉時代には詐欺界という名前で恐れられていたこの詐欺の存在は、江戸時代になると青詐欺日という妖怪として庶民たちにも広く知られるようになったということなんですね。この青詐欺日という妖怪のですね、特徴としてはですね、青く光る、または燃えて光っているということ。さらには火の玉自体にもなれば火のついた枝を口に加えて運んだり、口から火を吹いたりするとも呼ばれていて、そういった話から長生きしている詐欺はタヌキやキツネのように姿を変えて化けるとも呼ばれていたというのがこの青詐欺日の話なんですね。そこからこの今回の君たちはどう生きるかのポスターのこの鳥との話につなげていきたいと思うんですけども、ジブリには2人の監督がいてまして、今回の映画を監督したこの宮崎駿という人物と、今はもう亡くなってしまって2018年亡くなってしまったんですけど、高畑勲という監督がこれ2人いてるわけですね。この2人の監督はですね、こういった昔の言い伝えとか昔の物語古典から着想を得ることっていうのを今まで結構実は取り入れてきてるんですよ。まず先に宮崎駿がどういう風に取り入れたかっていう話をしていきたいんですけど、もののけ姫という話は東北の奥深くに縄文時代の文化がまだ残っている村の王子アシタカがですね、呪いを受けてひい様に西に行けと言われて、ひい様の言う通り西に行ったら広島の辺りにたどり着いて、当時は関西が時代の中心なので、広島の辺りに行くともう室町時代ぐらいまで時代が進んでいて、そこにたたらばというのがあるっていうお話ですけども、そこには京都の天長、この帝から送り込まれた師匠連と地走りなどを連れてですね、地御坊が烏帽子御前の神殺しを手伝いに来るというくだりがありましたけど、実はそういうね、社会の構造、その当時の得た否認とかって言われているこのいろんな種類の人たちをあの映画には実は登場させているという、実際の歴史に宮崎駿の妄想が加わった物語になっているのがもののけ姫なんです。そしてもう一人の映画監督、この高畑勲がどういう古典から話を作ったかというと、かぐや姫の物語ですね。あれは平安時代の前期に書かれた竹取物語という物語をですね、再解釈した物語になっていて、当時の世俗やモチーフの使い方は当時の資料を勉強してそこから取っているモチーフが使われています。そんなことしてるから何の話かわからないということで映画として評価が低いとかって言われてますけど、実はもうレベルが高すぎてみんなが理解できないっていうような映画なんですね。そして今回の君たちはどう生きるかに関わるポイントだと僕は個人的に思っているんですけども、富士山が噴火している様子が映るところがあるんですよ。覚えてますか？富士山が噴火したのは西暦で言うと
2010年にですね、大噴火を起こしておりまして、そのことからこのかぐや姫の物語のその富士山のカットというのは平安時代を表しているということがわかるわけなんですけども、それに加えてですね、連続するカットの中で松があって浜辺のシーンがあるんですよ。松で浜辺といえばですね、何かというと、静岡県に今もある美穂の松原のことであるということなんですね。その連続したカットでまた月を見上げている親子のシーンが映りますよと。どういうことかというと、これは美穂の松原って富士山が噴火していて、月を見上げている親子が出てるということは、天の羽衣伝説ですよと。天の羽衣伝説という物語と同じことをこの映画はやってるんですよというのを、セリフも何も使わずに3枚の絵だけで見せてくるということをやっていくのがこの高畑勲という監督なんです。こんなことね、わかんねえよということなんですけど、そうなんですよ。わかんないんですよ。でもそのわかんないことを調べていくと面白さが分かってくるというのが、この高畑勲監督の作品の特徴になってるわけです。そういった方向から宮崎駿も今回は君たちはどう生きるかで、この古いですね、吾妻鏡から伝わる詐欺の妖怪、アオサギビをですね、このポスターに起用したのではないかというのが僕の推理になっています。このね、宮崎駿と高畑勲ってものすごいね、先ほど言ったように知識人なので、こういうような表現方法を平気でやってくる人たちだということを覚えておいてください。そういうことで、君たちはどう生きるかの話に戻していきたいと思うんですけども、このポスターの鳥は何の鳥かというと、詐欺であるということが分かって、詐欺というのは昔広く妖怪として知られていた存在であると。どういう妖怪なのかというと、不吉なことを運んでくる、災いを運んでくる鳥だとされていたわけですね。そしてどんな災いをこの君たちはどう生きるかの物語で詐欺男が運んでくるのかというと、前回お話ししたイメージボードが鍵になっていると思うんです。このイメージボードというのはですね、よく見てください。右上に20って書いてますよね。これは20カット目の絵ですよっていうことです。例えばジブリ美術館で今上映されている毛虫のボロっていう12分しかない短編の映画があるんですけど、あれはちょうど100カットで作られてるんです。100カットの絵を元にして作って12分の尺。今回のこの公開されている君たちはどう生きるかの絵に書いてある20カット目というのはですね、その5分の1だというふうに考えると、冒頭の2、3分の映像にこれが出てくるということがわかるわけですね。そこで大きな火事が奥の方で発生していて、そっちの方をめがけて少年が駆けて走っているということがわかるんです。そしてこの規模の火事が起こるというのはかなり大きな規模の火事ではなく、もしかしたら別の原因がきっかけで燃えているのかもしれないということを考えると、まさに日本が窮地に陥るぐらいの災いが来たとも解釈できます。もしそうだったとするならば、僕がお話ししたアオサギビが災いを運んでくるという話と合致してくるんですよ。もういかにも宮崎駿がやりそうなやり方なんですよ、それは。ではね、この災いを運んでくると言いましたけど、この災いってズバリ何なのかというと、僕は富士山の大爆発だと思います。吾妻鏡によると、この詐欺妖怪が現れた時に、その同じ日に地震が発生して、鎌倉時代に日本が窮地に陥ったという表現がありましたけど、そこから着想を得て、この詐欺男が運んでくるのは地震なんです。地震が運ばれてきますと。その地震がきっかけで富士山が大噴火するということを宮崎駿やるんじゃないかなと僕は予想しているわけですね。この富士山が大噴火すると思う理由は2つありまして、1つはですね、宮崎駿は見ていない、興味がないと表では言いながら、新海誠の映画は間違いなく意識しているんです。新海誠という監督は映画の中でたびたび日本を崩壊の危機に陥れて、それをロマンスで救っていくという監督なんですけども、その新海誠がまだやってないこと、地震とかやりましたと、タイムスリップとかやりましたと、それを前回僕が動画でお話しした宮崎駿の発想方法ですね、弁証法という発想法でいくと、それを乗り越えるためには、その新海誠のやり方を否定して自分ならこうするというのを上乗せしていくという方法です。その上乗せしていくなら、地震なんかは生ぬるいと、地震で発生する富士山噴火したらどうすんねんっていうのを上に乗せてくるというのが僕の予想の一つの理由です。そして
2つ目の理由ですね。今回の映画、君たちはどう生きるかという作品は、この亡くなってしまった高畑勲の影響がかなり強く入ってくると僕は予想しているんですね。で、高畑勲というとですね、先ほど、かぐや姫の物語の話をなぜしたのかというと、ここに繋がってくるんですけども、富士山噴火してましたよね。高畑さんが富士山を噴火させるんなら、僕もやるよということで富士山噴火させてくるというのが2つ目の理由なんです。高畑さんが書いてた富士山の噴火というのは、遠くの方でもやもやもやと煙が出ているだけの噴火の描写だったんですけども、宮崎駿は思いっきりもう噴火させるよということをしてくると思うんです。そしてですね、この説を裏付けるような証言を鈴木敏夫プロデューサーが実はしているんです。それは YouTube でですね、ジブリ美術館が休業している間に行われたインタビューの中での証言なんですけども、インタビュアーの方がコロナウイルスであったりとか、ウクライナの戦争であったりとか、そういう世の中の変化についてどう思いますかという漠然な質問を投げた時に、鈴木敏夫は回答に困って、この君たちはどう生きるかの話をしてしまうという回があるんです。その中で話が出ていたのは、コロナウイルスが来るとかウクライナ戦争なんかが来るはるか前、この君たちはどう生きるかの制作は始まっていたわけなんですけども、この君たちはどう生きるかという映画を制作している最中にコロナやウクライナ戦争が始まって世界がピンチになっていると。なんですが、宮崎駿はまるでそれを予期していたかのように、この物語の中ではそれぐらいのピンチを描いていると。それを言い当てたみたいな結果に結局なっていて、宮崎駿のことを改めて天才だと思いましたという鈴木敏夫の発言があったんですね。ということは、コロナウイルスっていうのがあって、もうとんでもないパニックになりました。ウクライナ戦争とんでもない影響出てます。それぐらいのピンチというと、富士山の大噴火しかないでしょうということなんですね。ちなみになんですけど、スタジオジブリの屋上に上がると、そこにはね、木とかが生えてて、ベンチがあって、宮崎駿さんね、よくね、タバコを吸いにね、上に上がるんですよ。その上に上がった時、天気が良かったら、スタジオジブリから遠くの方に富士山が綺麗に見えるんですよ。その富士山がですね、毎日毎日夕日を浴びるとですね、まるで燃え盛ってるように見えるんですよ。それをずっと燃え盛ってるように見える富士山を見ながら、宮崎駿は毎日タバコを吸ってるということからも、宮崎駿にとっては生活環境のよくいる場所の中に富士山が存在するんで、この富士山大爆発っていう説ね、僕は 80% ぐらいの確率で当たると思っています。ということでですね、このポスターの鳥の正体からですね、始まって、鎌倉時代の吾妻鏡の話になって、時代は経て江戸時代、鳥山石燕が書いた妖怪図鑑に出てくるアオサギビの話になって、アオサギビというのは災いを運んでくる妖怪で、何の災いを今回の映画で運んでくるのかというと、イメージボードと鈴木敏夫の証言、そして宮崎駿と高畑勲の作品の関連性から考えると、これは富士山の大噴火であるということをお話しするのが、この第2回の内容でございました。今回のこの君たちはどう生きるかという映画は、ポスターしか公式では発表されてないと言いながらも、このポスターのビジュアルが結構いろいろなことを教えてくれるということが今回分かっていただけたと思います。そしてですね、第1回今分かっている情報のおさらい、第2回鳥の正体と富士山大噴火、それを以上を踏まえた上で、このズバリ君たちはどう生きるかっていう映画がどういう物語になるのかという僕の予想をお話しして、公開日を迎えたいと思います。ということで語ってきたんですけども、冒頭に申し上げたように、ジブリ関連作品っていうのは非常にややこしい映画が実は多くてですね、そのややこしい深い世界をですね、少しでも今回垣間見ていただけたら嬉しいなと言いましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか？新しい発見があったよという方は高評価ボタンを押していただいて、次回第3回を踏まえて、当日ですね、この君たちはどう生きるかが公開される7月14日を迎えると、間違いなく楽しんでいただけるような状態になっていると思うので、一緒にこの君たちはどう生きるかという映画をですね、予習しながら公開日を一緒に迎えたいと思います。ということで、君たちはどう生きるかが楽しみだと思っている方はですね、ぜひチャンネル登録をして一緒に予習していきましょう。今回もですね、皆さんご来場ありがとうございました。